はい、それでは植毛の方に移っていきたいと思います。で、これから植毛に移るんだけど、今回ね、毛色をどうしようかなって考えてたんだけど、まあ白猫じゃちょっと面白くないので、今回は三毛猫にします。で、まあモデルの子、今回いないんだけど、ちょっとね、さっき、フリー素材で探したら、まあこんな子がいたのでね、まあちょうどこう、綺麗な感じの三毛猫になっているので、この子を作りたいと思います。じゃあね、マーキングをしていきます。で、マーキングの時なんだけど、まあ、マッキーとかね、色の濃いマジックは使わないようにした方がいいです。まあ、僕は使うのは使うんだけどね、虎模様とか描くときは、マジック使うけど、あとは基本的には、まあ、もう少し薄いペンを使ってます。で、茶系のね、ペンとか、まあ、薄い黒を使うとかね。まあ、そんな感じでいきます。で、今回のこう、まあ、ざっくりとだけど、ざっくりとでいいですよ、ざっくりと。まあ、模様を描いていきます。まあ、こんな感じでね、色被ってるので、まあ、ここが茶色の部分ね。で、次、黒。まあ、黒はじゃあちょっとこれを使います。で、黒ね、例えばこの白い毛の部分になるところに、黒いペンとかで描くと、植毛した時もね、透けて見えちゃうんで、黒い毛とかね、濃い毛の、濃い毛色のね、部分にしかマジックは使わない。そういう風に気をつけてください。まあ、なんとなくね、なんとなく雰囲気出てればいいかな。まあ、こんな感じでいきますか。というわけで、こちらの耳は黒い毛色を入れて、こちらは茶色が入るようになります。じゃあね、耳の植毛からいきます。二つ同時にいきます。じゃあ耳のね、外側からつけていきます。で、僕ね、この外側になる方、要はね、で、ややこしくならないように、どうやってやってるかっていうと、まあ、こっちがね、こうした方がわかりやすい。まあ、こういう風に長い方が外側につくから、当然こっちが耳の内側になって、こちら側が裏側になるから、まあ一度ひっくり返して、長い方が外ね。で、間違えちゃうんで、毛の流れこうやって書いていきます。こっちが外側、矢印書いていく。まあ、こんな感じで僕はいつもね、マーキングしてます。で、こっちが黒、こっちが茶色ね。ではね、黒い羊毛を切っていきます。だいたいね、そうだな、何センチかだね。僕はだいたい5センチぐらいをいつもこうやって切るんだけれども、まあ、2つくらい取ってみようか。こうやってね、茶色はこの色を使います。これも同じように5センチくらいカットしてあげる。で、毛をまず黒からほぐしていくんだけど、僕はね、ペット用のスリッカーブラシを1個だけ使います。で、まあこういうね、蓋でも何でもいいんで、ケース用意しておいて、そこにほぐした毛を入れていきます。まあ適当にね、ちょっとやりやすい量にして、こんな感じでね、毛の流れに逆らわずに、こうまっすぐ毛の流れを崩さないように、こすりつけてやるようなイメージかな。うん。で、これね、剥がしてあげて、で、2度3度ね、毛を整えてあげる。で、これをやることによって、しっかりとね、こう、毛がほぐれるのでね。で、ひょっとしたらね、このカットしてね、このままの状態で入れてった方が、まあ、もともとね、毛の流れ揃ってるし、いいんじゃないですかって思うかもしれないけど、このままね、こうやって、ね、取って植毛してったりすると、もうこれ触ったらわかると思うけど、すでに結構絡まってんだよね。毛が絡み合ってるんで、これをほぐしてあげる。これをほぐさないと、植毛してもボソボソになっちゃうからね。しっかりとほぐしてあげる。張り付いたら剥がしてあげて、こんな感じね。こんな感じでしっかりとほぐしてあげる。で、茶色の毛もほぐしてあげるね。じゃあちょっとね、この赤みの強めの毛色をね、混ぜます、少し。で、全然違う毛色ね。で、ちょっとこの毛色、一色じゃ、まあ、表現した色とね、少し違うから、もう少し赤みを混ぜたいんで、これに赤みを混ぜます。で、僕はね、この切ったやつを軽くこうやって広げてあげて、一束ね、今さっき切った一束を軽く広げて、そうだね、この今切った赤い、濃い赤の毛を、どれくらいかな ?3 分の1にしようか。3分の1もいらないかな。半分だね。4分の1。半分の、さらに半分。4分の1を、この毛に混ぜます。で僕はね、混ぜるときはこうやって広げてあげて混ぜるようにしてんだけど、こんな感じで、広げてあげて、重ねてあげて、で、これを混ぜやすい量、ちぎって、
こんな感じで混ぜてあげる。で、まだムラがいっぱいたくさんあるから、これを一度剥いであげて、で、これをね、何度かこの工程を繰り返す。こんな感じね。で、だんだん混ざってきたでしょ。もう一回くらいやった方がいいよね。はい、こんな感じね。で、さっきの毛色と比べてみるわ。どうだろう。違いわかるかな。ちょっと画面じゃわかりにくいね。こんな感じでちょっと微妙に違うんだけど、実物みたいなのでだいぶ違いがわかるんだけども、こうやって毛色を微調整していって、近い色にしていってあげる。で、やっぱりその茶色を使うにでも、こう、一色、単色で作っちゃうと、どうしてもね、こう、毛色の深みが出ないんで、例えばね、こう、黒猫にしてもさ、真っ黒一色単色じゃないじゃない本物の猫ってさ。その黒の中でも、茶色っぽい黒があったりとか、ね、グレーっぽい黒があったり、青っぽい黒があったりとか、いろいろ、いろんな単色黒でもいろんな黒があるから、やっぱそれをね、どうやって表現してあげるかっていうのがテーマになってくると思うんで、最初の頃はね、単色で作ってるでもいいと思うんだけども、慣れてきたら、どんどんね、こう、2色ぐらい混ぜてみる。次2色から3色、4色混ぜて、どんどん深みのある色を作ってみたりすると、ね、綺麗な毛色を作れるんじゃないかな。で、一応補足しておくけど、僕は、植毛自体があまりうまくないので、あまりちょっとね、参考にならないかもしれない。できればね、こう、いろんな作家さんのやり方見て、すっごい上手い人たくさんいるんで、そういう人たちのね、上手いとこ、いいところをどんどん取り入れて、試してみて、自分の技にしてあげるね。はい、じゃあこんな感じで、さっきね、赤茶の2色を混ぜた毛色、単色の茶色、単色の黒ね。まずこの3色を使って耳の植毛をしていきます。じゃあね、まず黒い方から。で、さっき矢印で書いたように、こっち側に毛の流れを作っていく。こういう感じね。で、適量を取って、今一応ね、指先で毛先を揃えてあげるのと、この塊になっているのをなるべく同じ厚さにしてあげて毛を揃えてあげる。で、外側に毛が流れるようにこういう風に入れていく。最初ね、ここに合わせる。で、スピード針で刺してこれを貫通させないようにする。スピード針で本当叩くイメージね。叩きつけるイメージ。で、それだけでもこの耳のベースには張り付いていくから、とにかく細かく叩いて。で、この時叩きながらこう毛の流れ、こういう風に、こういう方向に叩いていくね。毛の内側から外側に流れを殺さないように叩いて。で、今ね、これ毛がね、入ってないところがあるけど、今はまだちょっと気にしない。で、ちょっと図で説明すると、今こういう毛の流れで作っていくんだよって言ったんだけども、今やってるのは、ここね、この部分に対してはこういう方向で入れていく。ここに合わせてね、最初はね。で、次はこっち方向に対して入れていく。こんな感じの毛の流れで入れていくんで。はい、じゃあ続いていきます。裏側見せようか。こんな感じになってるからね。叩きつけて。それでもこうやって出てしまうので、はい、さっきと一緒ね、毛をしっかり指先で整えて、今度はね、こっちの方向にかぶせてあげる。こんな感じね。で、こっちがはみ出てもいいから別に。あまり気にしない。で、また同じように叩いて、まずはざっくりと貼り付けたら、毛の流れに合わせて叩いていくね。この刺す針の間隔を細かく、とにかく細かく、ここ細かくやらないと、毛が浮いて貼り付かないんで、しっかりとね、貼り付けたかった。はい、こんな感じね。
で、今ここがまだ毛が薄いのと、ここも薄いからもう少し補強したい。これね、余白じゃないけど、ここ残ってんのは、もう完全にここはもう耳の部分にならないんで、ここはあんまり気にしなくていいです。その作品の大きさ考えてね、毛を入れるとこ、範囲をね、見極めてあげて、まずこの、ここが薄いんで入れてあげる。はい、じゃあ次ここね、少しね、今まで取ってたよりも量を減らして、細くしてあげる。で、細くして、僕はね、こう折りたたむようにして、まあ丸めてもいいと思うんだけども、ある程度ね、少し塊にして、ここに乗せてあげる。で、ここはね、3本針でも1本でも何でもいいんで、ちょっと細かく耳の縁をこう平らにした時の要領で刺してってやる。で、次ね、これ今、レギュラーで叩いてます。レギュラーで叩くときも同じように、突き刺して耳のね、ベースを突き抜けないように気をつけて刺す。で、まあ最後にまた仕上げでもやるんだけども、今これ、針を変えてやってる目的は、まあこれ今黒くてよく見えないけどね、どうしてもスピード針だと、針の穴が目立つんで、それを潰すようにして消してあげる。はい、最後ね、仕上げ針で。表面をきれいに仕上げていくっていうことと、あとはね、最終的に浮いている毛がないように整えてあげる。で、針を動かす方向は毛の流れに沿って動かしてやる。はい。だいたいこんな感じかな。はい、じゃあ、ゆっくり剥がしていきます。はい、裏側こんな感じね。で、余分なはみ出てる毛をカットしていく。はい、こんな感じです。で、この耳の縁だけは、ちょっと内側からも押さえてあげた方がいいんだけど、これもやりすぎると反対側突き抜けちゃうんで、軽くね、押さえてあげる。これも刺すというよりは、まあ、叩いて、
まあ、叩いてあげて、ここのね、ヘッドベースが浮かないようにしてあげる。はい、こんな感じだね。ひとまず、毛が入っちゃった状態ね。じゃ次、反対側の茶色いきます。で、茶色も容量は一緒。で、使う毛色の方は、さっき混ぜた、赤みの強い方の毛色ね。これも最初はスピード針で押さえていく。まずは一度しっかりと押さえてあげて、で、次、毛の流れを考えながら、はい、ひとまずこんな感じで、この辺がね、ちょっと薄いんで、そこに毛を足します。これね、針の穴が目立っちゃうよね、これだとね。で、これをなくすために、レギュラー針でもう一度全体的に叩いてあげる。しっかりとね、スピード針でついちゃったね、穴を消すようにして、細かく細かく叩いてあげる。もう一回見せるよ。さっきとだいぶ違うの分かる。で、ここからさらに仕上げ針で切るんです。あれだね、どうしても植毛になっちゃうと、かなり無口になっちゃうね。僕もね、植毛が苦手だから、綺麗な人さ、本当に細かく綺麗にやるじゃない。あれ、いや、すごいなと本当に思ってて、まあ、相当時間かけて、植毛する本数を少なくして、時間かけてやってるんだろうなって思うんだよね。これをね、僕も見習って、なるべく綺麗に作るようには今してるんだけどね。はい、だいぶ違うよね。で、こういう、まあ、耳だけじゃなくて顔全体にもね、特に目立っちゃうから、この針の穴を
消すようにしなきゃいけない。はい、じゃあ剥がして、また余分な毛をカットしていきます。はい、で、この際がね、まだ弱い部分があるんで、それを押さえていきます。ここも細かくね。まずはこんな感じで耳。で、次ね、今度、耳の内側を作っていきます。で、ここはね、ピンクを使います。で、ピンクもね、いろんな種類があると思うから、あれなんだけど、あんまりね、ピンク、真っピンクのやつもね、白々しくなっちゃうし、これ色ね、これもちょっとね、濃いんだけどね、今回はちょっとこの色でいきます。まあ、適量取って三角形にしてあげる。ここにあったような。これを軽く、僕はスピード針で、まずは叩きつけて、でこれも同じく刺しちゃうと、せっかく綺麗に整えた毛の裏に出ちゃうから、だから本当に軽く叩いて、貼り付けるだけ。しっかりとこの毛の縁の方が浮いちゃってるから、そこを押さえてあげる。で、耳作るときにも言ったけど、大事なのはこの際がね、薄っぺらくできてること。ここは、中心部分はある程度厚みがあってもいいけど、この際をどれだけ薄くするか。薄く見せるかだね。まずはこの縁の部分から整えていく。で、もう一度全般的に浮いてる毛があるから押さえて、で、しっかり張り付いてるでしょ。で、まあこんな感じでつくようになるんだけどもね。まずはこんな感じにしておく。で、やっぱりこういう風にね、浮いちゃうじゃない、ここが。白いのが出てるから、そういうとこはちょっと一本針とか使って、さらに細かく隙間を消すようにしてあげる。で、こういうとこはね、じゃあ最終的にどうしてるかって言ったら、ペイントで最後ね、仕上げるときにぼかしてあげるような、まあそういう処置を取るんで、あまりひどいのはダメだけど、まあある程度は大丈夫です。残ってても。まあひとまずこんな感じね。で、次にやりたいのが、この耳を3分の1くらい、こういう風にね、内側に折り込んであげたいのね。で、もう折り目つけるぐらいのつもりでね、ここいいんで、こういう風に上から押さえつけてあげる。で、少し軽く折り目つくから、内側からもこういう風に、この跡をつけてあげる。この折り目のね。しっかり形がつくまで、しつこくね、差し固めてあげるね。で、今出始めてるけど、こう白い毛ね、あんまり突き抜けて出ないように気にしながらやってあげる。で、立体的になったやつを、まあ、仮で押さえてみる。こういう風にね。だいたいいい感じでつくよね。こんな感じで上から見たらつくようになるんで、まずイメージだけね。はい。じゃあ次、反対側、こちらもやって、適量取ったら、内側に合わせて三角形にしてあげて、貼り付けてってあげてね。
で、これも耳の際をしっかりと叩いて押さえつけて、なるべく薄く表現できるようにね。で、よかったらもう一度全体的に貼り付けてあげる。で、まずはこんな感じね。で、さっきと同じように3分の1ね、折り込んでいってあげる。で、できれば少し耳、こうやって反ってあげるような感じで形付けてあげる。固めてあげるっていうかね。まずはこんな感じね。では、実際に耳を装着していきます。で、ポイントとしては、このね、折り込んだ三角形の方が、頭の内側に来て、で、この長い方が外側に来るね。で、このつけるポイントね、装着ポイントが、これも写真を見てなんだけども、その子によって、この耳の幅っていうのも変わってくるし、ここのね、耳の感覚。その子を見て作るんだけど、基本的にはこの目尻の延長線上に、この頬の肉っていうかさ、顎のラインの肉の末端があるじゃない、このとこね。その筋が耳の外側が装着する部分で、僕はこの基本的には黒目、黒目と目頭の間っていうかね、この辺くらいからの延長線上にポイントをつけるんだよね。ちょっと今ずれてるけど。ここが耳をつけるライン、ポイントになる。でね、僕、待ち針とか使わないのね。もういきなりつけちゃうの。で、それだと難しいと思うから、これ見て作ってる人もね、できれば、仮止めでさ、待ち針なんかを、こうやって刺して、で、ちゃんと位置決めして、よかったらそこから決めてね。僕はいきなりやっちゃうけど。で、つける時の長さなんだけれども、これから植毛するから、今このベースに対して合わせてね、耳をつけちゃうと、植毛した分ね、顔全体的に一回り大きくなるから、すると耳がすごく短くなっちゃったりするから、少しだけ、そうだな。例えばだよ。植毛しない状態で完成だとしてさ、つけるとしたら今これぐらいの長さが良さそうじゃない。で、これよりも、5ミリぐらい伸ばしてあげる。すると、だいたいちょうどいい感じになると思うから。で、僕はね、この、だいたい良かった長さのところで、さっきのポイント、そこを決めてあげるね。で、まず、内側つけたら、そのまま今度、外側、ここを決めてあげる。で、ひとまずつくんだけど、みんなはこれを待ち針でね、止めてちゃんとやってほしいの。で、一応さっきね、折り込んで三角にしたのは、ここがこういう風に三角になると思うから、で、次ここからどうしてるかっていうと、耳の付け根全体を刺して貼り付けてってあげるね。横から見たら、まず気をつけてほしいのが、この耳の角度なんだけども、みんなね、これね、刺してるうちに多分こうやって上がってきちゃうと思うのね。後ろに。で、後ろにこうやって下がっちゃうと、正面から見てもちょっと雰囲気全然変わっちゃうから、あくまでもこの耳の前に倒れてるようなこの角度っていうのは、キープした状態ね。それで、しっかりここを刺し固めていってほしいよね。で、この余分なやつあるじゃない。僕は、切る時もあるけれども、基本的にはそのまま、これもう、ここに貼り付けてしまう。折ってね。こうやって折って。でまず余分なやつを貼り付けて、余分なやつを貼り付けた状態がこんな感じね。わかる？こんな感じ。で、これを今とりあえず仮止めだから、だいたい
今だったらまだ少し微調整効くから、内側からも少し刺してあげて、で、大体長さもいいし、角度もいいので、ここでもう決めちゃいます。じゃあこれをしっかりと本格的に刺してあげる。耳のこの前に倒れてる角度ね。これはしっかりキープして。で今ね、ちょっとね、この耳の形が気に入らないのね。ここの外側のラインが気に入らないんだけど、今はとりあえずこれでいいです。これ後で直すから。で、ひとまず、ここまでやったら、次反対側ね。反対側も、まあ、隣の長さと比べながらね、だいたいいいとこ探す。こんな感じかな。じゃあ決めていきます。さっきね、黒で見えなかったんだけど、刺していきたいのが上から見てね。ここもこういう風に三角になるように刺してるんだよね。で、こういう余分なのも重ねちゃっていいです。で、さっきと同じように、後頭部の後ろで折り返して、余分なやつは貼り付けてあげる。耳長いかなこれだと。ちょっとこれ耳長いんで、少し沈めたいと思います。で、沈め方なんだけど、僕は、この付け根あるじゃん。これをね、この付け根の位置をあまりずらさずに、この耳の厚みあるじゃないこの厚みね。この中にニードル入れて、少し根元付近ね。根元付近をこういう風に、この方向で刺していったら、少し縮こまっていくんで、そういう手法をとってます。内側からこういう風に刺していく。こっち突き抜けないように、あくまでもこの耳の厚みの中を刺してるだからね。で、同じように内側がいいんだけれども、こういうふうに全般的に、この方向に刺してってやる。この付け根からだんだんこういうふうに上がっていくんだけど、こういうふうに刺していくと、ちょっとだけね、少しずつね、これやっていけばね、こっちね、短くできるんだよね。ごめんね、これちょっとね、僕のやり方ね、うまく伝えられない。これはね、それぞれ何かいい方法を見つけるといいよ。僕はこうやって短くしていってる。で、ちょっとついでに、今ね、耳の形がちょっと気に入らなくて、ここが膨らみすぎてる。で、ここをね、僕はもうちょっとこういう風に入れたいんで、それも一緒にやっていきます。で、それはもう外側から耳の際をこうやって刺して形を整えていく。できればこの、植毛したとこね、毛の流れあまり崩さないように意識した方がいいんだけど、崩れちゃうけどね。それでも、印象としては耳の形の方が、受ける印象が大きいので、こっちを優先する。こういうね、ちょっと浮いちゃったところは、また後から直すんだけれども、だいたいこんな感じかな、じゃあ。で、やりたいことがあって、ここをね、わたわたつけてね、補強したいんだよね。
取れることはないんだけども、まあ、こうやって取って、ここね、段差もできてるし、そういうところをなくすために、こういうふうにね、付け足して、この耳の際ね、刺したところを狙って補強していってあげる。で、このね、後頭部、飛び出てる部分も折り返して確かめて、でこれを耳をつけた部分、全部にやってあげる。ここはね、耳の付け根の際を狙って、しっかりと固めてあげる。まあ、こんな風にね、補強してあげることで、耳がよりしっかり装着されて、あとね、これから先、植毛していくときにも、植毛しやすくなるんで、必ずね、これはやった方がいい。で後頭部もね、この部分、耳の、ね、余分な部分を貼り付けてるから、当然、これ横から見たらね、ここの部分が薄くなってるんで、まあ、こういうところも今のうちからしっかりと綺麗にならしていって、平らにしていってあげて、仕上げてあげるね。はい。まずはこんな感じでね、後ろも整えてあげて、耳はしっかりね、かぶせてあげて装着してあげる。で、これね、ちょっとこのボソボソなってるじゃない。こういうやつはさ、ニードル、針の先で、こうやって少し寄っちゃったやつほぐしてあげて、で、今改めてね、こうやって、また針付けてあげる。で、内側のね、この部分がほら、貼り付いてないじゃない。ここね。で、これをしっかり内側からも貼り付けてあげるようにするんだけど、まあ、ピンク使って、この境目をなくしてあげる。つなげてあげるね。まあ、こんな感じで内側からもね、補強してあげる。はい、こんな感じ。で、耳ね、リアルに見せるのに、一応この辺にさ、こんな感じで、ね、作っといてあげたら、まあ、それっぽく見えるよって、一番簡単な方法ね。本当はもっと細かくリアルに表現する方法もあるんだけど、今回はね、これでやります。まあ、こんな感じね。ちょっとね、ここが白いんでね、直します。
はい、ひとまずこんな感じで、よしとしましょう。で、この耳の角度ね、ここさっきも言ったように、少しね、こう、軽く反ってる感じ。こういう風に。ピーンとこう、反り上がってる感じにしてほしいのね。もう外側からこうやって形をつけた状態で、軽く、レギュラー針あたりが一番いいんだけど、刺して、固めてあげる。本当はね、この状態で耳の中の毛入れた方がきっとやりやすいんだろうけど、僕後から入れるんだよね。どうしようかな。入れちゃおうかな、今。やっぱり後から入れます。はい。ひとまずこんな感じね。耳の装着。で、気をつけてほしいのは、こうやってフレームにつくんだけども、耳を後ろにフレーム側に寄せないで、しっかりこうやって立ってていいんで、こう前にしっかりやってあげる。倒してあげてる状態。ここを気をつけて作ってほしいかな。はい。こんな感じです。じゃあ次はね、全体的な顔、それから首周りのね、植毛に入っていきます。はい。